本日もお疲れ様です。とっとお米チャンネルマイカです。初のゲーム実況なのですが、今回は睡眠導入や作業用 ASMR でリラックスしたいという方はもちろん、あつ森が好きでおしゃれな島食いを見たいっていう方にも楽しんでいただけるような内容にしたいと思っています。島紹介メインでご覧になりたい方は全然ここ飛ばしていただいて、 ASMR がねあまり得意じゃないよっていう方であれば字幕を頑張って入れるので、音なしで字幕オンでご覧いただければと思います。私YouTube を始めた半年前からあつ森の島紹介したいって言っていたので、もうやっとっていう感じです。こだわりを詰め込んだ島なので、あつ森やったことないよって方にも少しは楽しんでいただけるかなと思っているので、ぜひ最後までご覧いただけますと幸いでございます。はい、まず島の全体像をざっくりお見せするとこんな感じです。私の島はウルム島という名前で、由来はねまた次回があればお話ししますが、造語です。自然もありつつ街も発展していて、欲張りなのでいろいろなものを詰め込みまくりな島にしました。で、住民さんは、特に必死に厳選したわけではないんですけど、パッと見は人気住民を集めたみたいになってしまいましたね。なんか引きがいいみたいで、ジュン君とジャック君は離島ガチャで西豆とかで出会ったり、ミッチェルもねキャンプサイトに来てくれて、そんな感じです。なんといってもこの地図で気になるのは真ん中のお月様がねじゃないかなって思うんですけど、ここはすごく作るのが大変だったので後ほどご案内します。はい、ということでベッドルームからのスタートになりましたが、自宅からご紹介したいと思います。ちょっと一旦ちょこっと電気つけますね。外は暗い時間帯にしたんですけど、眩しかったらごめんなさい。ここはねリラックスするお部屋なので、自分の好きな紫色とホワイトウッドを基調としたお部屋にしました。はい、こっちが紫で、ここは前デザイン終わってますけど、で私ピアノ弾くんですけど、ピアノも置いてます。よいしょ。ちょっと弾くとうるさいから弾きません。はい、でここは動画編集をねしたりとか、いろいろ仕事の案件の電話がかかってきたりとかするので、しないけどそういうデスクですね。はい、ちょっとちゃんと周りに緑を置いて、加湿器も置いてリラックスしつつお仕事するっていう感じです。はい、で弾けないけどここになんだこれはチェロが置いてますね。はい、明け方の
時間帯なのでテレビがこんな感じになっちゃってますけど、夜中ってこういうピーみたいなやつですよね。はい、よいしょ。ではここ2階なので下に降ります。よいしょ。次はリビングダイニングキッチンです。はい、ここはブルーを基調としたお部屋で、こっち玄関なんですけど、玄関を入ってからすぐのお部屋ですね。ここで出る前にここじゃない、この隙間じゃない、鏡で顔を整えるチェックしたりとかね、 DIY したりとか、基本的にご飯を食べてまったりする感じの場所になってます。はい、結構お部屋ごとにカラーでまとめているので、小物とかもだいたい全部同じ色を集めまくりましたね。ごちゃごちゃしております。はい、なんか床はラグとか湿気まくって空間を区切るっていうお部屋が多いというか、そういうお部屋ばっかりかも。はい、じゃあ次はバスルームに移動します。ここはオレンジとライトウッドを基調としたちょっと和風テイストのバスルームになってます。まあこのバスルームで畳って最悪だと思うんですけど、和風にしたかったのでそんな感じにしてみました。はい、シャワーの横に掛け軸がかかっているので、あれはもう全然ダメですね。現実世界だったらこれは掛け軸がビチャビチャになってしまいます。ビチャ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 になる。自宅を作ったのがだいぶ前なので、アップデートで使えるようになった柱とか仕切り壁とか新しい家具がほぼなくて、自宅の中は昔の家具ばっかりですね。じゃあ一旦中央に戻って、ここは見ての通り赤とかピンクを基調としたお部屋なんですけど、もうかなりポップで家具が敷き詰められすぎていてガチャガチャしてます。基本私の島はガチャガチャしております。はい、で奥はネイルのケアとかねできる場所になってるので、私の姉を招集してここでネイルをしてもらうっていう魂胆です。はい、そんな感じですね。絶対こんなお部屋は落ち着かないと思うんですけど、現実世界。じゃあ一旦中央に戻ってきて、次左のお部屋。ここは書斎ですね。ブラックとダークと基調としたアンティークな感じの書斎です。はい、奥のねソファーはなんか商談、そんな商談できないですけど、こんなとこででもお客さんとねここでちょっと語らうような場所になってます。はい、ちょっと和風な家具とかも置いて、渋い感じのあれになってます。あれになってます。ちょっとゲームしながら喋るって難しいですね。ということでお部屋最後は地下です。はい、自宅だけでめちゃくちゃ時間かかってますよね今。
私の島に住んでくれた子たちの写真が飾ってあるので、ほとんどもう引っ越してしまった子たちなんですけど、いろんな住民さんが来てくれたなって眺めながら、美味しい紅茶でも飲みましょうっていうお部屋です。もう写真飾りきれなくなっちゃって、だいぶ収納してある子たちいっぱいいるんですけど、ということでだいたいお部屋を回りきれた気がするので、お外にねやっと行くためにちょっとお着替えをしようと思います。はい、ということでお着替えが終わって夏らしい格好になりました。現在の時刻は午前6時前なのでね、まだちょっと暗いんですけど、私はお家のこの前で DIY ワークショップを開いているので、住民さんにここで DIY を教えてあげるスペースになってます。こっちにATM もあるので、自由に家の前でお金が下ろせるというシステムになっています。ここは DIY 終わった後にね、来てくれた住民さんと一緒にご飯食べてちょっと飲んだりとかお茶したりとかできるようなスペースで、あとはセレクトショップもやっているので、こういった小物とかリユーザーとかお洋服とかを売っている設定です。はい、欲張りだからね、いろんなものを入れたくなってしまうんですよね。宝の地図のようなものは、これはうちの島なのか別の島なのかちょっとわからないけど、会議をして宝探しに行こうっていうお話を多分ここでしてます。はい、で、奥はここが降りられるようになっていて、なんとプライベートビーチがあります。贅沢。今の時間は現実世界は全然朝6時前じゃないんですけど、この午前5時台の BGM が好きなので、この時間で今日はやってみました。この BGM 癒されませんか？そんな感じで私の自宅は一旦見終わったかな。遠目から見てみようかな。ここら辺は最近完成させたんですけど、急いだのであんまり自分でもゆっくり見てなくって、でもなかなか色味を統一して可愛くできたかなって思います。このマイデザインを考えてくれる人本当にすごいですよね。私は自分でマイデザインを作っていないので全部お借りしてます。はい、看板は作ったのでは、こっちから見ましょう。ここは紫色の花を集めたお花畑なのかな。お花はカラーごとにエリアを分けていて、自宅もねお部屋ごとにカラー分けてたんですけど、そういう色の統一感みたいなものはどの場所でも意識していて、こだわりポイントですね。お洋服が私好きなんですけど、お洋服もカラーは意識しますね。このコーデは何色使ってるかなとか、小物のカラーを統一するとか。これは島作りを
する際に取り入れたい要素が多すぎて島全体にスペースのゆとりが全然なかったんですけど、遠くの景色が綺麗に見える高台を作りたくって、ここは無理やり作った頑張ってスペースを空けて作った場所になります。好きな紫色の花がどの角度からもいい感じに見えるようにしたので、お気に入りスポットかな。でもお気に入りスポット多すぎて、どこが一番好きかっていうと選べないけど、ちょっと5時台の音楽が終わってしまいそうだったので時を戻してきました。で、裏側から広場に行きます。私の島の広場、こんな感じ。今日はシャンクくんが来てますね。イケメンです。はい、広場はよくイベントあるじゃないですか。なのでそのイベントで真ん中でいろいろあった時にカメラを起動して全体のバランスがよく見えるように意識して作りました。紙アップデがあったのでこんなことしなくてもカメラ機能でね、いい写真はどこでどんな風に撮っても絵になるようなものが撮れるようになってるんですけど、じゃあこんな感じで上に行くと、ここはたぬき商店なんですが、こんな時間なので営業されてないです。たぬき商店の前はゲーム機がたくさんあって、なんかスーパーの屋上って遊ぶところある場所あるじゃないですか。私地元にそういうスーパーあるんですけど、そんな感じで目の前にゲームがたくさんあるような感じにしました。ここ荷ほどきできてない検品前かな。で、ここでちょっとね植物売ったりとかして、でこの裏はたぬきちがお金が好きなのでベルを裏で育ててるっていう設定で、金のなる木はここに集めてます。もうちょっとバランスいい時の写真を編集で入れたいな。はい、でこの上はさっきのあれですね、高台、紫のところの高台になっています。はい、でこっちに行くと採石場を見よう。ちょっとショートカットします。開発途中の工事現場という感じの設定なんですけど、もうね、この採石場を作った当時初めてあつ森やめようって思うくらいうまくできなくって、この石が集まらなくって、東海オンエアの哲也さんの動画見ながら頑張ったんですけど、すごく大変だったんですよ、ここに集めるやり方。で、ようやくできて、その時はすごい喜びました。わーって本当に。で、ここは収納につながっているので、石を叩いた後すぐ素材入れられるし、なんか着替えキャンペーンとか DIY のマイル貯まるキャンペーンの時はここで DIY も実はできるし、何かと便利な場所、ここで着替えられる。で、こっからはいけないんだけど、
ごく、眺めもいいし、多分空気がきれいな感じ。よいしょ。でもちょっとこの時間だとやっぱり暗いですね。もう明るい時間帯の写真を後で編集で入れとこう。お花畑は後でにするとして、ここはお餅、やっと一人目の住民さんのお家です。ももちくんのお家になります。で、ももちくんは漁業をしているっていう設定で、ハーフ住民なのでレトロというか田舎っぽい感じにしたくって、結構急いでここ作ったので割と適当になっちゃったんですけど、ここ釣り堀じゃないか、なんかお魚釣りできるところ、ももちくんが管理してます。はい、で、このももちくんの自宅の横を上がると、土手があるので、ここでちょっとね遊んだりとかする感じのスペースです。ここからの眺めもすごい綺麗にしたはず。なんかこの時間帯のこの場所はエモって感じですね。エモい。はい、で、この土手の右側を行くと、ここはちょっとブルーっぽい家具を集めたんですが、次はサラちゃんの家でグリーンっぽい場所になります。ここは私の最後次住民である、サラちゃんのお家です。はい、もうね、サラちゃんは本当に美人だし、可愛いし、美人だしっていう感じで、なのでおしゃれなヘア&ネイルサロンをされているっていう設定にしました。はい、私は全ての住民さんに、お仕事は何してるのかっていう設定をしてるんですけど、そういうのを決める方が細かく想像してレイアウトできるので楽しいですよね。サラちゃんは川沿いのカフェもここと一緒に管理してるので、後ほどご案内します。靴下も小物も販売してるサラちゃんのお家で、こっちはちょっとちっちゃめの公園というか、基本的に額を敷き詰めているのであんまり移動できないんですけど、土手と公園、じゃあこの下に行って、次はここはピンクのビーチですね。ピンク系の家具を集めた初期に作ったビーチで、家具はアップデがあるたびに少しずつ増やしたんですけど、私の初期住民がゴリラの4号ちゃんだったので、ピンクの海の家を作りたくて、今はチーフくんが、狼のチーフが管理してるっていう設定なんですけど、ちょっと戻るけど、ここはベーグルとかサンドイッチとか売ってたり、ピーチゼリー、ここももうピンク系のものばっかりの集めた感じになってます。はい、で、こっちの方に行くと、ここはピンクとか赤系のお花がたくさん咲いていて、
ます。ちょっと編集で入れられたら入れます。どうぞ。で、ここはこっちもラグ敷いてるんですけど、私の島って基本的になんか都会っぽい感じ、都会じゃないか、自然たっぷりな場所がないので、ちょっとでもなんか緑だけの場所を作りたくて、もうちょっとだけ緑っぽいところを作った場所です。で、入り口に行きますね。先に。で、入り口はもう初期の初期に作ったまま、もう変えてなくて、ここは初めからこのままですね。入り口から奥が見えないようにしたくて、こんな感じにしたんですよね。で、ここは先ほどプレゼントの発送スペースがあったじゃないですか。そこの送るのは、ここに島に来てくださった方が記名をされたらそこにお送りしますよっていうものになっているので、ここにこんな、なんだ、紙が置いてあるの。そうで、ここはマイクロライブラリ、本があるんですけど、ウルム島の歴史とかいろんなものが書いてある書物がここにはあるです。あるです。では右側に行って、ようやくね、この島の一番住宅街らしい住宅街になります。ここがまずはジャックくんのアイウェアショップになっています。まあクールな感じの子なので、黒を中心とした額で、あと頭が良さそうなイメージがあるので手数を置きました。メガネはオーダーメイドなので、オーダーを受けたらここでデザインを書いて、 DIY 作業台なんですけど、ここでガチャ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 作る感じになってます。ジャックくんはここの他にも管理してる場所があるので、それは後ほどご案内します。はい、で、ここは噴水広場で、噴水広場を抜けると、ここはオリビアさんのお家ですね。はい、オリビアはアンティークジュエリーショップを管理しているので、ここはちょっと高そうな宝石とか高そうなバッグとかがある感じです。はい、で、このオリビアちゃんはさっきのサラちゃんと一緒に川沿いのカフェ、ここですね、管理してるんですけど、ここをちょっと見る前に下に行っちゃいます。で、こちらはチーフくんのサーフショップになっています。ここでちょっと遊んでもいいよっていう場所ですね。サーフショップを経営しつつ、ビーチの安全を守るっていうのをやってるので、
住しますね、この島に。で、この上はちょっとミニシアターみたいな感じで、でもこの時間はテレビと一緒で何も映らないので諦めます、まあ、冷静に考えるとこれお外でこんな機材やったら雨で終了しますよね。でもこんな場所あったら素敵だな。じゃあさっき見ようと思っていた川沿いのカフェをご紹介します。どっから見たらいいかな。ここはぐちゃぐちゃに見えるんですけど、一応まっすぐな川になっていて、この地図の一応まっすぐに川はあるんですけど、真ん中に道があるので川が途切れてるように見えるんですけど、つながっている設定です。こっちはまあタピオカですね。タピオカを中心にドリンクを販売していて、こっちはコーヒーを中心に販売してます。あとのそのマスターがここにコーヒー豆を置いてくれているっていう感じになってます、はい、とにかく椅子とかの種類をねたくさん置いてガチャガチャにしたスペースになってます。なんか現実世界でもなんですけど、椅子っていろんな種類のものを置くとおしゃれに見える説ありませんか？1種類を4つとか置くよりもいろんな種類をね置く方が映えますよね。なのでとにかくいろんな種類の椅子をでもきちんと統一感が出るように2つずつかな置きました、はい、これは割と最近作った場所なんですけど、結構お気に入りです。お気に入りばっかですね。でこの川沿いのカフェの上にも、ケーキショップがあって、ここはもうケーキだけ売ってる、あとスムージーも売ってますね。ちょっとリッチな感じのケーキ屋さんです。で全然見えないんですけど、一応手前の方にもお高い椅子が、なんだっけなこれ、ヴィンテージなソファーだったか忘れちゃったんですけど、見えないけど高いものを置いてます。何のアピールでしょうか。でこの橋を渡って階段を上がるとエーブルシスターズに着きました。まあ今やってないんですけど、この早朝はね当たり前ですがどこのお店も開いていないので実況なのに寂しい感じもしますが、いつか明るい時間帯で撮れたらいいななんて思ってます、はい、で右下のところでどういったデザインがいいですかとかねご相談受けて、左上のところは仕立てるところですね。まあ店内でも作ってますけど、あさみさんが、そんな感じでこのお店の周りに置く小物も結構こだわっているんですけど、やっぱり昔の家具作ったのがずっと前なので昔の家具ばっかりなのがちょっと悔し
その下は、ここはミッチェル君のお家で、ミッチェルは果樹園と畑、これから行くんですけど管理してるので、畑のコースコップとか、あとは果樹園の取れた梨のジャムとかが置いてあるのと、あと畑で採れた小麦粉のパンケーキをここで来た方と一緒におもてなししてね、食べるっていう感じのイメージで作りました。結構ぼんやりな住民で可愛らしいので、熊の傘とかも置いてみました。はい、で、ここのミッチェル君が経営しているという果樹園と畑がこちらですね。ここはまあいろいろ野菜とか売っている場所で、こちらがその畑になります。野菜はアップデートでできたものなので、後からこう入れるのに畑どこに作ろうって思って、結構狭いスペースでキュキュッとした畑になっちゃいましたけど、なんとか作りきりました。はい、一応その角度もね、どちらから見てもいい感じに見えるようにしたつもりではあります。で、この畑の先にある果樹園をちょっと先に見ちゃいますね。これはかなり初めの方に作ったんですけど、このフルーツの種類とかがあんまり被らないように作るのが結構難しくて、私は島にあるものって木とかも見た目だけじゃなくって、例えば揺らして鉢が出てくるじゃないですか。なので揺らした時にこうちゃんと鉢を捕まえられる配置とか、その鉢の出る木のサイズは高い3段目とかに置かないとか、実用性っていうんですか、そういうのも重視して作っていたので、このフルーツも少しその島に残しておくべき本数だけここに集めて、ちゃんと全くないっていうことはないようにしたんですけど、そういう実用性を考えると結構島作るの難しくって、初めの方は苦労しましたね。はい。3段目にはちょっとしたスペースがあって、博物館をこう眺められるような場所を作りました。結構恐竜が迫力ありますよね。本当にあつ森の家具とか全部細かい作りですごいなって思います。で、こっち側は先ほどのエイブルシスタンスにつながっているんですけど、こっちはさっき見たので飛ばしちゃってたのビーチをね見に行きます。下に降りて、よいしょ、ちょっと左側から見ますね。ここはメルボルンちゃんのお家なんですけど、メルボルンの快眠スパをここでやっておられます。まあ、今はお家って外観を変えられるんですよね。ハッピーパラっていう追加コンテンツを最後までやれば。でも私まだそれできるところまで進んでいないのと、初めはそういうのできなかったから、ここを作りたいけどここに合う感じの外観のお家の子が来てほしくって、でメルボルンちゃんもともと可愛いなって思ってたんですけど、
隣もメルボルンちゃんに管理してもらってるんですけど、こっちはブルー系のビーチになっています。まあそのままなんですけど、ブルー系の家具を集めた、どちらかというとピンクの方は大人、お酒とか提供している感じの大人っぽいビーチになっていて、こちらはお酒も出してますけど、ちょっとカフェっぽいメニューが多いイメージかな。あとはお子さんも遊べるようなちょっとぬいぐるみとかかわいいママさん向けのスペースもあるので、こっちの方が対象年齢低めかな、設定としては。このカッペのところはもともとテーブルとか椅子とか置いてたんですけど、アップデートでカッペが来たのでなんか溶かしました。で、このブルーのビーチを抜けると今度は先ほどの博物館エリアに行きます。ここにちょっとそれを匂わせるようなものを並べて、高い家具を置いております。はい、で、ここもね、博物館に置いてありそうなものを並べて、で、ここでこれフリーの方のパンフレットですね、ご自由にどうぞな感じで、こっちは販売してる方のパンフレットです。今恐竜博物展みたいな、そういうのあるじゃないですか、フェアみたいな。今恐竜がメインなので恐竜を旗につけました。はい、こっちはさっきの川沿いカフェにつながってますね。はい、博物館の中はすごくいい音がするんですけど、みんな変わらないかなって思うので一旦今日は省きます。はい、で、この上のカフェ&バーはさっき言ったジャックくんが管理しているうちのもう一つで、これも結構前に作ったんですけど、お昼はカフェで、夜はバーで、ここでかけてる曲なんていうやつか忘れちゃったんですけど、住民さんがこれ歌うとミーポー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 って聞こえる部分があって、なのでここミポミポカフェって呼んでいます。でも呼んでるだけで本当はもっとかっこいい名前をつけたいんだよな。で、このカフェ&バーはさっきのエイブルシスターズの方からも一応ジャンプすれば、これもジャンプ、こんな感じでね。ちょっともうすぐ6時になっちゃうから時を戻すかな。ちょっと時戻してきますね。はい、時を戻して同じ場所にまたやってきました。で、森の中を抜けると、青系の花畑あるんですけど、ここは楽しみを取っとく感じで後でにします。自宅ですね。ここは上がると、ここはジャズロードですね。はい、生演奏を聴いて、その人のレコードも買えるみたいな場所で、ジャック君が管理してくれているところです。はい、ストリートピアノを弾いてみたい。憧れますね。あんなのかっこよくハラミちゃんみたいに弾けたらすごい楽しいでしょうね。
石畳の道は日本人の方で、こんな道を作ってらっしゃる方がいていいなって思って、完全丸パクリしました。家具とかはね全く違いますけど、この道の作り方っていうのかな、素敵だなと思って、でこの石畳を抜けるとじゅんくんのお家になります。でここは白系のお花を集めていますね。なんかやっぱり同系色のお花を集めている場所は綺麗で全部お気に入りかも。統一感出ていいですよね。でここのじゅんくんは島全体の植物とか低木もだしお花も管理してるので、そういった家具をでここでお花を勉強してる、勉強熱心なじゅんくんです。ということで、この奥に見えるちょっと怪しい場所に降りてみようと思います。はい、ちょっと遠回りするのめんどくさいので、はしごでちゃっちゃか降りてしまいます。ここは今日いないんですけど、常吉が来る港なので、常吉は偽物の美術品とか売ってくるので、ちょっと怪しい雰囲気とか宝とかをね置いて、怖いドクロとかもあったりとかして、そういう雰囲気を出してみました。ちょっと編集で常吉がちゃんと着てる時の写真を入れられたら入れますので、どうぞ。何回言ってるんだろう、この編集で入れます。なのでここは博物館からこう来た時に怪しいところにうまくつなぐために、ちょっとなんかいかつめの化石にここにいてもらって、その雰囲気を作ってみました。なんかゲームしながらこう解説するとわけわからない言葉を使っている気がする。すいません。そしたら先ほどスルーしたブルー系のお花畑の場所に向かいたいと思います。またちょっと同じ道を通りますね。でここはちょっと神秘的な場所なので、これ偽物の常吉から買った美術品なんですけど、この偽物のブルーがここに合うなと思って、この湖の伝説が何かが書かれているっていう設定で置きました。はい、ここがね地図にあるようにお月様の場所になってます。一番頑張ったかもしれない場所。月の地形を作ってる方が海外でいらっしゃったんですけど、なんか結構ちっちゃめだったので、もっとこんな形、大きい形にしたいなって思って苦労しながら、めちゃめちゃ苦労しながら作りましたね。でここを一応ちょこっとだけ見渡せる場所がここの高台になっていて、ちょっとこれが限界で月が見えるギリギリのスペースが取れなくって、ここしか無理やり作ったんですけど、多分ここは入り口を作った、この島のね入り口を作った次ぐらいに作ったんじゃないかなって思います。ここを作らないと他の作りたいスペースがどれくらいのまず取っていいかとかわからなかったので、集
石からの眺めが好きで、この下の足と上の足がどちらも見える感じがすごく素敵だなと思って2つ足をかけたかったんですけど、この位置関係を細かく考えながら作りましたね。この上は後で行きます。で、橋を渡るとここはオレンジとか黄色系のお花畑。先ほど工事現場の上から見たこのお花畑で、一応ここがフラワーショップっていう感じになってます。このフラワーショップは先ほどもご紹介したジュリアちゃんが管理してくれているので、お花とあとは植物もね、盆栽とか和風系のものもその下にある感じです。みんないろんなお仕事任されて、うちの住民は大変ですね。で、フラワーショップを抜けるともう終盤ですよ。もうすぐ終わります。ここは和風のエリアになっています。ここはオリジナルの着物を仕立てていただけるところで、その上がちょっとしたお寿司とかそういう感じの場所。ここはね、作ったのがすごく前なのであんまり覚えてないんですよね。だから家具もすごい古いのしかないし、最新の家具とか置いてもう一回出しまくりやり直すはちょっと辛いので、新しい家具をもうちょっと足したりとかねしたいなって思うんですけど、古いのばっかりだから。でもちょっとお外のお食事どころっていう感じで、まあ気に入ってるかな。だいたい気に入ってる私。まあここでね、囲碁も打てますし、ここで波の音を聞きながら畳のベッドで眠れるし、温泉もあるし、行きたいですね。ここに。この奥がケンジくんのお家になってます。で、ケンジくんは私の住民さんの中で一番古くからいる子ですね。ちょっとここもっとよく見える場所が上にあるので、上に後ほど行きます。で、この奥のスペースがなんかが広くてもったいなかったので和式トイレ作りました。一応2人分あるよ。多分こんな和式トイレいい感じに作ってちゃんとスペース取って、そういう人いないと作りませんよね、こんなとこ。なんで作ったんだろう。で、こっちは自宅、私の自宅につながっているので、さっきのケンジくんのお家をいい感じに見られるお花見スペースに上がります。よいしょ。やっぱり一番古い住民さんなので、一番最初に作った住民さんの家の周りですね。で、今気づいたんですけど、ケンジくんの扉にアイアンなんちょかをこう飾られてしまってるのは、あれはミスですね。飾ってほしくなかったんだけど、家の外観を変えられるようになったら撤去していただきます。このお花見スペースも可愛くできたかな。ピンクっぽく。今ちょっとそんなに明るい時間じゃないからピンク感は伝わってないかもしれないけど、じゃあ
集ってすごいですね。入れたいもの全部入れられますからね。いやでもこの動画ちょっと編集大変そうだな。今撮影始めてからもう3時間近く経つ気がします。そんな感じでフルムと一周終わったんですが、もうめちゃくちゃ時間かかりましたね。何分動画になるのかちょっと今から怯えていますが、皆様初めての私のゲーム実況はいかがでしたでしょうか。つもり興味ない方には需要がないかもしれませんが、あつ森の BGM ってそれだけでYouTube にね動画たくさん上がっているくらいやっぱりすごく癒されるので、BGM 付きのささやき雑談という感じで少しでも気に入っていただけますと大変喜びます。はい、長い動画になってしまったと思うんですけど、ちょっとうまく喋れなかったりとか、やっぱりゲームをしながらお話しするの難しいなって実感したので、お聞き苦しいところがね多々、特に前半とかねあったと思うんですけど、ここまで見てくださった方本当にありがとうございます。あとはせっかく頑張って作ったこだわりの島なのにうまくご案内できたかなっていうのがちょっと不安なんですけど、でもまたねやりたいと思いましたし、今回この明け方で少し暗い時間帯なので、本当はちょっと明るい時間とかもねできたら撮ってみたいなとか、秋とか冬の時期ってすごく雰囲気がガラッと変わって、その時期の家具をちょっと置いたりとか、クリスマスとかそういうのやったことまだないので、せっかくゲーム実況するために機材も購入したので、また撮影したいなとは思ってます。ASMR に興味のない方にもこうしてあつ森を通して興味を持ってもらえたり、この動画が自分のことを知っていただけるきっかけになったらいいなと思っています。今後もこのようにいろいろなことに挑戦していくと思いますが、これからもよろしくお願いします。皆様に少しでも癒しをお届けできますように、ゆっくり眠れますように、そして